おはようございます。画家の小木曽です。今日の動画はですね、こちらの絵をどんお見せしたいと思います。イギリスの方でしょうかね。ちょっとモデルさんを頼んでいただきまして、描きました。いつもとちょっと違うところはですね、縫って消して白いとこを出すという今まであんまりやっていないような大胆に暗くしてそこから明るくするというような結構思い切ったことをしています。髪が痛みますね、やはりね、予想していたんですが、ただ1回ぐらいはできます。2回目やるとだいぶやばいぞっていう感じがしますので、皆様ぜひですね、禁断の技法かもしれませんが、一度ぐらいはちょっと色をある程度濃く塗ってから上げるということをやってみられてはどうでしょうか。ちょっとごゆっくりご覧ください。ではそれでは解説をしていこうと思います。マスキングテープを貼っております。これは B3 を正方形スクエアに切りました。キャンソンボードという 3mm やつよく使っていますね。そしてマスキングテープ、なんと紫の色が売っておりましたので、紫色でやってみようかななんて思いました。今回はですね、イギリス在住の方ですね、にモデルを頼んだというか、お写真を送ってきていただいて描かせていただきました。ありがとうございました。いかがでしょうかね。ちょっとどうしてもですね、この方描いてみたいなと思って、鬼好評というのを私やっているんですけども、それに応募してきてくださった、いつもですね素敵な絵を送ってきてくれて、一度この外国の方、このヒゲですね、描いてみたいなっていうので、無理言ってお写真を何種類か送ってきていただいて、ようやく動画化することができました。で、今回ちょっとテーマをですねざっくり描いて、そして人間の顔を描く時のポイントとしてですね、明るいところ暗いところみたいなのの描き方みたいなのに絞って描いてみようと思いました。どちらかというと顔の描き方みたいな大きな作りをお見せするという動画なので、デテールを描くということではないんですが、1時間30分で描いた作品なんですね。で、今鉛筆で下書きをしていってます。で、若干ですね、ちょっと初めのデッサンもう少しちゃんと撮ればよかったんですけども、もう少し滑覆のいい、がたいのいい方だったんですけども、あと目が少しずれていたりとかで、そのあたりも含めて今回はちょっと失敗してもいいやぐらいの気持ちでまず行ってみようと思いました。で、今までとちょっと違う描き方をしています。いろんな顔の水彩は描いているんですけども、やっぱりですね、外国人のジャパニーズじゃない方ですねの彫りの深さであるとかですね、帽子を脱ぐとすごく髪の毛はふさふさなんですけども、髪の毛をちょっとですね、でちょっともう汚いパレットですね、いつも掃除しましょうね、掃除をしてなかったので、このまま進めさせてもらいますが、今茶色っぽい色、ブルーと混ぜて、思いっきりいきますね。で、初めの段階で、ある程度の濃淡をどんどんとつけていこうと思いました。いや怖いって感じですよね。怖がらずに思い切ってやってみましょう。ズバンと塗っていく作業をしていって、暗い色をまずどんどんと置いていきます。若干右の方から光が柔らかく差し込んでいるお写真でございましたので、そういったものを利用しながら描いていきました。ズバンで、おひげがですねすごく立派に生えていたので、それはそれでかっこいいなと思いましたね。なかなか素敵なお顔でございますよね。本当にもう鬼好評というので、何度か送ってきてもらった時からは、この人いいな、描きたいなと勇気を出して告白してみましたら、快諾していただけました。サンキューベリーマッチ、ありがとうございます。グラーツェ。イギリス在住でスイスって言ってましたっけね、ご出身がって、なんかちょっとそこのメールは忘れてしまいましてすみません。ということでズバンと思い切っていってます。右からの光に対して暗い色をどんどんもう細かいことは気にすんな、いけという感じですね。このあたりですね、暗い目を全部を暗く描いてあげるというようなことは今まではやっていませんでした。でもやはり海外の方ということで、その彫りの深いこと、イケメンなことですね、なかなかそういったところを表すためにはどういう技法を使って描こうかなというのをずっと考えていて、動画化するのに非常に時間がかかってしまいました。で、ズバンと暗い色を置いて、そして明るいのは後で、
消してあげようということが今回のテーマです。消すってどういうことですかと思われるかもしれませんけども、後でそういう場面が出てまいります。暗くどんどんと置いていくということですね。で、私たち受験とかを通過してきた人間というのは、特に東京の美術大学等なんていうのは未だにですね、で木炭デッサンなるものとかをやっていたんですね。私が受験した1996年頃ですかね、5年6年とかですね、ズボンと起きました。考えてみたら、この間僕学生とちょっと話していたんですけども、今の子たちは生まれた時からメールはあるんですね。2000年生まれとか2001年。そうか。で、私たちの時は2000年卒業なんですけども、私は大学を、1990何年とかに、5年6年に Windows95 なるもので爆発的に、パーソナルコンピューター、略してパソコンというのが普及していった時代の人間なので、そういったものに取り残されていってしまったりとか、就職が厳しい時代だったりしたのでですね、厳しい時代を過ごしてきたんですが、やっぱり受験も大変だったわけですよね。考えてみたらですね、200万人弱ぐらいいるような、私は団塊ジュニアの1個下、ロストジェネレーションとジャパニーズ、何ですか、日本の世代の表し方では言われております。まだちょっと暗くしていきますよ。思い切ってますね。赤っぽい色、茶色っぽい色、黄色っぽい色、ずんどんと置いてってます。モチーフよりも暗く、モデルさんよりも暗く置くぐらいの今回気持ちでいきました。皆様の教育のためにこういう動画を作っているんですね。今まではどっちかというと薄く重ねていきましょうみたいな人物画が多かったんですが、いや思いっきりいくぜ、ダンっていう感じですね。それぐらいしてあげないと、このなかなか存在感というかですね、ちょっと体が小さく描いてしまったんで、そういったところも後で直します。そういったところもお見せできるかなと思います。紅を今引きました。紅を引いていきますね。で、耳のところ、立派な耳でございます。本当髪の毛はふさふさなんですけども、たまたまこの日は帽子をかぶっていらっしゃったということでしょうね。で、本当に暗いところどんどん、そして背景もズボンと起きました。ズボンとね、思いっきり濃く乗せていってます。絵の具の濃度を濃くですね。ここをちょっと勇気を出して、皆様もこれぐらい濃く塗っていかれてみてはいかがでしょうか。失敗したらすみません。謝罪をします。今回マスキング液とか使っていないので、技法的にはすごく難しい技法ではございませんので、一箇所だけちょっと変わったものを使っています。で、その場面だけ見ていただければと思いますので、ズボン暗い色を描きながら描き進めていっているわけでございます。ね、背景の緑っぽい色とかもですね、またなんか違う絵を描きたくなりましたね。これを描きながらですね、もう本当。そして帽子はですね、なんか素敵な帽子をかぶってらっしゃいました。途中からなんか私はですね、ジャパニーズコメディアンのですね、野生爆弾というコンビのクッキーさんに見えてきてですね、自分でヘラヘラ笑いながら描いていましたが、非常にかっこいいモデルさんですね。いいですね。なんかいろんな絵描きたくなりますよね。こういうことをしていると。例えば鬼好評なんかで、いろんな80何歳ですとかね、そういう方とか、どんなお顔してんのかなとか、いつも想像しながらですね、公表させてもらってるんですけども、よかったらモデルとかしませんか？お金取るんじゃないかって言われそうですけど、お金取る気は全然ないですよ。これも本当私から言うたんで、お金取るということはなく、本当にもしお金をどうしても払いたいというなら、作品これ自身が欲しいというなら格安で、そんな商売したらあかんのかな、譲りしてもいいですけどね。なんかいろんなもの描きたいですよね。例えばスペイン在住の女の子なんていうのもね、どんなお顔してんのかな、小学校5年生とかね、高校生ですとか、この間もなんかライブペイントやってたら言うてきた子もいたりとかしてですね、若い子から老若男女書いてみたいですね。ちょっと下が回りませんでした。もう一度言いますね。老若男女っていうかですね、で暗く置いてってるの分かります。でこのぐらいでちょっと迷ったんですよね。もっといったろうかなと。右からの光を若干感じる。でも体はちょっとちっちゃいぞという感じでですね、ちょっと剣道小林さんぐらいな感じに見えてきたりしたんですけども、ジャパニーズコメディアン剣道小林ですね、洋服のちょっとですね、デザインなんていうのも描きながら、よし、もうちょっと暗くいくか、どうするか迷っとるぞっていう感じですね。で、背景のところをズバンともう空も青く塗ってまえぐらいの気持ちで濃く塗っていきました。
ね、ここまでなかなか濃く塗るのは勇気がいるでしょうけどもね、後からちょっとこうもうほら起きました、もうこんなんええわ、もう置いてまえということでですね、肌の色とかもだいぶ暗くなりましたよね。赤くこうお酒でも飲んでるような状態でしょうか、酒焼けのような状態でしょうかね。そんな感じになってしまいましたけども、後から必ず俺は修復してみせるなんていう気持ちで描いていっております。で、背景も同時に描きながらですね、背景の方よりも今回は顔ということをメインにしながらですね、造形的にですね、右からの光が当たってどこどこのほっぺたのあたりとか鼻のところであるとかっていうところに光が当たってきているというような状況を後からもっともっとそれが分かりやすくしていきますが、今ちょっとサブ的な帽子とかを描いていってますね。で、背景のこう緑のところの濃いところとかもほとんど平筆で描いていってますね。こういうデザイン用のような平筆ですね、ナイロンの平筆を使っております。で、顔の色なんかっていうのはですね、ちょっとここでもまだちょっと暗くというか色を置いておこうと思いました。これは後でわかるんですけどね、思い切って色を2層目ズボンというぐらいの感じで2層目または3層目ぐらい全体に酒焼け感がどんどん強くなってきていますね。おビールがお好きなんですか？何がお好きなのか知りませんが、ぐっと暗く置いていってもう行ってまいっていう感じですね。白いメガネの縁になってますが、後から暗くドンと置きますが、もう完全に酒焼けですね。お酒を飲んで酔っ払っているような昼間から楽しそうな感じの雰囲気にしておきました。という感じで一回ドライヤーで乾かしました。よし、ここからやということで、ここから持ち上げていくような作業をしていくわけでございますけども、ドライヤーで完全に乾かすんだぞというところはしっかりお見せしておこうと思いました。パレットも綺麗にしましょうね、ぼちぼちねということでパレットも綺麗にしています。私も作画動画ずっと作ってきたなんか3回ぐらいはだいたい拭いてますね。そしてこれあれですね、激落ちくんなるものですね。それを普通に大きいのドンとですね、たわしぐらいのサイズですかみたいなものとか、なんかスポンジ関係は案外何でもいけそうな感じがしますけど、まず激落ちくん的なもうこう小さく小分けにして売って切ってあるやつがあるんですね。これぐらいのですね 2,3 センチ四方ぐらいの立方体か。そしてトントンと拭くとほら明るくなったでしょ。骨の意識を持ちながらですね、光がどちらの角度からどの角度から来ているか、そして鼻のところのハイライトみたいなのをボンと明るくしてみましたとかっていうことを押してあげるとググっと。でこれはすごくこうなんていうか禁断の技法というかですね、一回こっきりぐらいにしといた方がいいと思いますよ。紙がやはり傷みすぎて、ちょっと次書きにくくなりますので、一回こっきりというね、二度付け禁止というのがありますけども、二度付け禁止という気持ちで今反射光を書きました。反射光明るく、ここも反射光をビッと、髪の毛はふさふさなんですけどもね、帽子で隠れております。でちょっと洋服のこういうところも明るくしたりとか、鼻の反射光左側の方もちょっと明るくしたりとか、もうだいぶ強く取れます。要は濃く塗ることによって強く取れます。そして頬骨に対してどういう光が当たっている、鼻に対してどの角度からどう当たっている、そして目なんていうのはこれほんと石膏デッサンを描いてきた人間はこういう描き方するんですよ。どっちかというと暗く描いてから後で明るく描きましょう的な感じですね。背景からもずんと描いてあげたりとかですね。右側の肩少し広くなったんですよ。で目のとこギューッとちょっと書き込んで、スカイブルーみたいな色を塗っておきました。すごい素敵なブルーの瞳をされておりましたので、そういった色にしておきました。日本人はですね、カラーコンタクトレンズ、略してカラコンというのでこういった色にしますけども、この方ももしかしてカラーコンタクトレンズ、略してカラコンをされている可能性は大いにしてあるかななんていうふうに適当なことを言うてたら怒られるかもしれません。でこんな感じで、少し、目の中の暗い中にちょっとこれでより目になってしまったんですね。あれって言ってですね、もうその辺がですねちょっとですねやっぱりですねダメですね。リキュールを飲みながら絵を描くということは。でもリキュールを飲まないとですねなかなかですねこれぐらい大胆な削みたいな作業ができないので、今回はちょっと若干ですねリキュール的なものをいただきながらジャパニーズ、ワインですか、焼酎というのをこれこうねちょっとブルー系を入れてるの分かりますか。ブルー系が入りましたね。で暗い中にすごい白目とかっていうわけではなくて、影の中にある眼球というのを意識しました。
よくあるのはやっぱ眼球がどこの頬骨の中、頭蓋骨の中にどう入ってるかっていうイメージがなく表面だけ描いてしまうとなんかずれてしまうとかっていうことはありますけども、今私の頭の中ではやっぱりこうですね、ちょっとこれ目がもう寄り目になりすぎたんで今全部暗くしました。やはり外国の方を日頃描き慣れていないのでやはり難しいです。でも超面白かったです。また描かしてほしいなと思います。面白いですね。やっぱりもう全部消しました。そしてヒゲをもう少し濃いめに描いておきました。ヒゲも濃いんですけどね、髪の毛もふさふさですよ。でこうちょっとこれは水だけでつけた筆でゴシゴシ拭き取ったりしてちょっと眼球の位置を今どうしようかっていうのを迷いながらまた描き直しております。よく言いますけども、ちょこっとでも狂ってるなと思ったら必ず狂ってます。それは私でもそうなので、背景のとこちょっと拭き取ったりしながらしてますね。この辺はでゴシゴシもうちょっとディティール細かい部分みたいなのを拭き取ってみたりちょんとかしてですね、明るくなりすぎることはあるんですけども、これ石膏デッサンとかやるときには練り消しみたいなものでやるんですね。木炭デッサンなんかっていうのはちょっとやっぱりもう少しねお酒を飲んで気持ちよさそうな顔にしてあげようということで、この日は飲んでなかったのか知りません。もう一枚ちょっと描こうかなと思ったのが完全に、パブ的なとこですか、日本でいうザワタミみたいな感じでしょうかね、みたいな写真もいただいたんですが、そっちをどっちかこうかと迷ったんですが、そっちの方も髪の毛がふさふさだったんですけども、今回はこっちにさせていただきました。これはライブペイントで案外できるんちゃうかぐらいの時間で終わりました。約1時間から1時間半ぐらいですかね、で描いていきました。で、肩やっぱりここもあかんと思ったら直しました。もう拭き取りました。ゴシゴシ。それでやっぱりちょっと緑色は残りましたけども、外水が多いでしょ。それでトン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 と。そしたらほらだいぶ拭き取れましたよね。だいぶこれで肩が滑腹の良さというかですね、が出てきたかなという感じです。で細かい部分とかを少しずつ描きながら完成に向かっていきました。微調整をしながら消したり描いたりとかしながら、で左側の光が当たっているような型に見えてしますが、少しそういうところも後で完全に絵の具が乾いてから目の位置ようやく動きましたね。少しずつ左の方に寄ってきて、そしてこの辺の白すぎるところが完全に絵の具が乾いたらちょっと描いてあげたりとか、ちょっと水でゴシゴシして拭き取ってあげたりとか、ちまちま書いていったりとかしながらですね、顔がちゃんと骨があってという状況の中に、パーツがあるということを強く意識しながら、その際には何かこう思い切ってこう明るくドンとこう光を当ててあげる際に、先ほどのような激落ちくになるような感じのものとかいろいろ試してみられたらいいと思います。スポンジなんかこう水彩用のそういうの売ってますよね。黄色いなんか海面なんとかみたいな、よくわかんないですけど黄色っぽいやつね、岩みたいなやつね、あれ僕使ったことないんですけどもそういう代用できるようなものっていうのは案外あるんちゃうかなと思いますので、なんか紙の歯切れかなんかを用意して、これ案外取れるなとか、これなんか今水だけで拭き取ってひげを少し明るく描いていったりとかしています。背景のところも少し書き込みながら完成をどう上げていく作業をしていっているわけでございます。ちょんとですね、後ろの方なんかもそんなに書き込むよりは今回はとにかく顔のところというのをドンと塗って、そこから明るい光をドンとぶつけて、もう擬音ばっかりやないかっていう感じですね、いう感じで、完成度を上げていったという作品でございます。本当にね、なんかいろんなものを書いていて面白いですよ。もう本当に YouTube 始めてからもちろん自分の制作も当然のごとくやっておるんですけども、やっぱりこうやりたいということが私は多すぎる人間で、何でもかんでもやりたくなる病気ですね。もうこれはやりたいと思ったらすぐやってしまうということがあります。で今回の作品に関しては少し、時間が作画にかかりましたというか、他にやりたいことが多すぎて、やりたいこと渋滞ですかね。目の方も少し明るくしたりとか、眼球にこう合わせてというかですね、描いて、密度を上げながら完成していきました。この方ね、また日本とかに帰ってこられたりしたらぜひ連絡ください。ふわーっとねこの作品をお送りしたいと思うんですが、イギリスに送ることはなかなか難しいのでもしあれだったらね言うてください。お題はいりませんので、スコッチウイスキーぐらい飲みたい気分ではいますねなんて適当なこと言うたら、これ贈収賄罪になりそうなんで、今のジョークですよ。本当にジョークですよという感じで、眉毛も描きながらちゃんと密度を上げ完成に向かっていった次第でございます。
いいとこ悪いとこもちろん絵の中であるとは思うんですけども、皆さんにとってはすごく参考になりやすい、作画動画になったのではないかなと思います。こういう顔を描くということで薄く薄く塗っていくという作業ももちろん私もできますけども、思い切ってこれぐらい勇気を出してダンっていうのやって、消すっていう作業をやって造形的に作っていくっていうんですけども、モデリングして、明るいとこなんかはこう白いの抜いてモデリングっていうかしてみるみたいな。モデリングっていうのは絵の具をくっつけていくという作業に近いかな。粘土で何かをくっつけていくような、それに対してシェービングっていうのはどっちかというと削っていく作業に近いんですが、透明水彩っていうのはどっちかというと削っていく作業が多いような感覚があります。暗いとことかを描いていくことが多いので。でもこうやって逆にもうやりすぎたと思ったらダンと拭き取ってあげたり、今細々したところを拭き取ったり、また暗いとこ描いたり、細かい描写を少しして、微調整をしながら完成に向かっていきました。濃すぎたなと思ったらティッシュで拭き取ってあげたり、今はこう耳たぶのところ拭き取ってあげたり本当はですねすごく剛毛なので髪の毛ぐらいまで、しっかりとこう書き込んで、そしてホームセンターでこんなん売ってたんで、こんなんも使えました。PVA なんとか吸収スポンジ、これ確かですね車を洗うところに売ってた200-300円したやつなんですけど、それを今ちっちゃく切ってちっちゃく細かい部分水吸収めっちゃするみたいな書いてあったんで、これ使えるかもしらんなっていうことでやってみたらやっぱり使えました。そうか、何でもええやなと思いましたので、皆様もそういうの何か探して、実験的に紙かなんか、今白いハイライト不透明みたいな絵の具も置いて、ヒゲとかですね、ヒゲの中にちょっと白いヒゲが混ざっておりました。おいくつぐらいの方ですかね、24、5歳でしょうかね。なかなか素敵な男性を描かしてもらったことを本当に感謝いたしますという感じで、ちまちま最終的に書いていった次第です。皆様もぜひですね、なかなか練習とかで例えばね、外国の人とか書くのはいいと思います。なかなか鬼好評とかには送ってきてもらうと困るかなと思うんですが、ちょっと練習の際に外国の方とか陰影がすごく強くついているような写真を使うであるとかですね、そういうのを使ったりして描いてあげたりすると、どんどんと人間の骨格なんていうのを意識しやすかったりしますし、日本の方よりもやっぱり造形的に彫りが深かったり鼻が高かったりというところがありますので、そういったものもぜひ練習とかされてみてはいかがでしょうかといったところで解説を終わります。頑張れ皆様、イギリスの方ありがとうございました。では。ご視聴ありがとうございました。どうだったでしょうか。こんな塩梅で、これやっぱりですね、石膏デッサンとか受験の時に案外描いている木炭で石膏を描くようなことをしている人って案外できたりするのかもしれませんね。だから皆様もちょっとですね、勇気を出して、もう思い切って暗く塗って抜いてみようみたいなことをしてみても案外面白いですよ。失敗というのはあんまり怖がらずにですね、これからもね、何枚何十枚何百枚何千枚何万枚と絵を描かれていきますよね。どうですか知りませんが、ぜひ、チャレンジしてみてください。そういうことでまたお会いしましょう。では。
チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。